ゾーンプレート写真の特徴の一つとして、レンズのついたカメラで撮影した写真に比べて、ゾーンプレート写真は鮮明さが劣るということが挙げられています。実は、ゾーンプレート写真の収束性能は、撮影される対象からの光の波長に強く依存します。そのために、ゾーンプレート写真は、撮る対象の色や照明する光によって鮮明さも変化していろいろな雰囲気の写真が撮れるのです。この動画は基本的なゾーンプレートであるフレネルゾーンプレートにおいて光の通る透明ゾーンの面積を減らすことによってよりシャープな写真を撮影できることを見ていきます。フレネルゾーンプレートは透明な円形ゾーンと中心の円形領域が弓の的のように重なった形をしています。当然のことですが、ゾーンプレートの外側のゾーンほど焦点までの距離が長くなります。焦点までのこの距離の差が光の半波長だけ違うと光は打ち消し合ってその強さは弱くなりますが、波長の整数倍だけ違うと焦点で光は強くなります。そこで焦点で強め合う光だけがゾーンプレートを通り抜けるように透明ゾーンを配置したものが基本的なゾーンプレートであるフレネルゾーンプレートです。この結果、基本的なフレネルゾーンプレートでは透明ゾーンでも不透明ゾーンも全て同じ面積でその大きさはそのゾーンプレートの焦点距離 F× 光の波長ラムダのπ倍になっています。ゾーンプレートの特徴を挙げると、ここに書いてあるようになります。まず、ゾーンプレート写真はピンホール写真と同じレンズレス写真です。しかし、ピンホール写真よりシャープな写真が撮れます。そうであるけれども、ピンホール写真よりもソフトな雰囲気を持っているとも言えます。また、ピンホールよりも明るいので、早く動く車体も撮影できます。さらに、ピンホールと違って望遠写真やマクロ写真も簡単に撮影できます。不思議な色合いの鮮やかな写真が撮れるので、絵のような雰囲気の写真が撮れるということも特徴の一つです。レンズと比べると軽くて小さい上に、光の通る透明な部分には特別な物質が使われているわけではないので、値段が安いということも大きな特徴です。また、X 線写真のようなレンズを使わない写真も撮影できるという特徴もあります。このようにレンズを使って撮る普通の写真と比べると、ゾーンプレート写真にはいろいろな特徴がありますが、この動画ではシャープでソフトなゾーンプレート写真を撮ろうということに焦点を当てて、対象を透明ゾーン面積減少型ゾーンプレートに限って見ていくことにします。この動画では波長が550ナノメートルの光に対して焦点距離が F=50mm、ゾーン数が N=9 および27のゾーンプレートについて見ていきます。この図の左側の上下2つの図がそのようなゾーンプレートのパターンです。なお、この図では黒い部分が透明ゾーンを表しています。この条件ではゾーンの面積は 0.0865mm 以上なので、中心の円形透明領域の半径は 0.29mm で、ゾーンプレート全体の半径は N=9 の場合約 0.9mm、N=27 の場合は約 1.5mm になっています。
シャープなゾーンプレート写真を撮る方法として最も強力なのは位相型ゾーンプレートの採用が考えられますが、ここではゾーンプレートの各ゾーンの面積を一定割合ずつ減らすことを考えます。位相型ゾーンプレートとは、各透明ゾーンそれぞれにおいてレンズのような性質を持たせて、焦点における建設的干渉を強く行わせるようにしたゾーンプレートで、本チャンネルの別の動画で説明してあります。透明ゾーンの面積の減らし方はいろいろ考えられますが、ここでは透明ゾーンの外側の円形境界の半径を減らすことで実現します。各ゾーンの面積を 30% および 60% 減らしてできたパターンを中心および右側に示してあります。まず最初にゾーン数が多くてゾーン面積減少率が少ないゾーンプレートを作ってその効果を調べてみます。焦点距離 50mm、ゾーン数27、面積減少率が 30% のゾーンプレートを使って撮影した写真を位相型ゾーンプレートおよび面積減少率が 0% の基本的フレネルゾーンプレートによる写真と比較します。左側の位相型ゾーンプレート、右上のフレネルゾーンプレートおよび右下の透明ゾーン面積減少型ゾーンプレートによる写真を何組かご覧ください。いずれも波長が 550nm の光に対して焦点距離が 50mm です。位相型ゾーンプレートについては、対応する振幅型ゾーンプレートの透明ゾーンおよび不透明ゾーンを合わせた組の数を S として S=14 のゾーンプレートを使っています。S=14 に対応する振幅型ゾーンプレートのゾーン数は N=28 です。ただし28番目のゾーンは不透明ですから、これは N=27 のフレネルゾーンプレートと同じです。また、位相型に取り込むレンズの役割は連続的でなく L 段階に分けたものを使っています。最初はアフリカンデイジーの花の写真を位相型ゾーンプレート、フレネルゾーンプレートおよび透明ゾーン面積減少型ゾーンプレートで撮影した写真を比較します。この動画の写真撮影に使った位相型ゾーンプレートはいずれの場合も F=50mm、S=14、L=6 のものです。フレネルゾーンプレートと透明ゾーン面積減少型ゾーンプレートについては N=27 のものを使います。面積減少率としては面積減少率 D=30% のゾーンプレートです。これらの写真の中では位相型の写真が最も鮮明です。また、基本的なフレネルゾーンプレートによる写真に比べて、透明ゾーン面積減少型ゾーンプレートの写真がより鮮明であることも明らかです。フレネルゾーンプレートの写真は、被写体の周りにハローが強く現れています。面積減少型は位相型に比べてふんわりとした柔らかな感じが出ています。庭に咲いたオルレアの花のゾーンプレート写真です。白くて小さな花はゾーンプレートで鮮明に撮ることは必ずしも容易ではありません。この花についてもシャープさの順位は位相型ゾーンプレート、透明ゾーン面積減少型、フレネルゾーンプレートの順がはっきりしています。日
日日草の花の写真です。前と同じく位相型ゾーンプレートに次いで透明ゾーン面積減少型が鮮明さでは優れていますが、紫色のツルニチニチソウはハローが強く現れています。フレネル型での写真では花の形がわからないほどのハローですが、面積減少型ではそれほどではありません。黄色い春菊の花についてもツルニチニチソウと同様な写真が撮れました。庭に咲いていたドワーフコンフリーの花についてもこれまでと同様なことが言えます。ここまでの写真すべてについて言えることは、フレネルゾーンプレートによる写真にはかなり強いハローが現れて写真を不鮮明にしていますが、透明ゾーン面積減少型ではこの点が改善されているということができます。ここまでの写真は庭に咲いていた花の写真ですが、風景写真の例としてこの写真は 1km ほど遠方にある茨城県庁ビルの写真です。撮影したのは我が家の近くにある児童公園からで、公園に設置されているブランコなどが手前に写っています。写真の鮮明さはこれまでの写真と同様ですが、花の写真でははっきり見えていたハローはあまりはっきりとは見えません。着物の写真として金色のウサギと緑色のボンリュウの写真でかなりの近距離から撮ったものです。鮮明さに関してはこれまでの花の写真と同様ですが、ハローはあまり見えません。前の写真と同様に撮影したバリ島の猫たちの置物です。ウサギとボンリュウの写真と同じくフレネルゾーンプレートによる写真はやや不鮮明ですが、被写体の周りのハローはあまり見えません。ゾーン数が少なくて透明ゾーン面積減少率が多い場合として、ゾーン数 n=9 透明ゾーン面積減少率 d=60% について写真撮影をした結果をご覧ください。ただし比較対象とした位相型及び振幅型ゾーンプレートのゾーン数としては S=14 及び n=27 を使っています。庭に咲くバラの花です。透明ゾーン数が多くて面積減少率が少ない場合と同様な結果が得られました。ただしこの場合は前の場合と違って背景は明るくはっきりと写っています。ゾーンプレート写真の特徴として花などを撮影すると対象とした被写体以外の部分が暗くなることが多いのですが、この場合はその効果があまり出ていません。風景写真の例として茨城県庁ビル前面にある県民広場の大木を撮影した写真です。透明ゾーン面積減少型は位相型ゾーンプレートには劣りますが、鮮明さは増して背景もかなりはっきりしています。花の写真と同様の特徴が出ています。この写真は県民広場にある山帽子の写真です。葉の部分は透明ゾーン面積減少型の方が鮮明ですが、花の部分は同程度になりました。県民広場から見た近くにある結婚式場ビルの写真です。この写真では透明ゾーン面積減少型はフレネルゾーンプレートよりも鮮明な写真が得られました。県庁の周りに建てられた石像です。フレネルゾーンプレートに比べると鮮明度はほとんど同じですが、位相型の写真に近い色をしています。
このグラフは焦点面での反対方向の光の強度分布をフレネルゾーンプレート及び面積減少率 30% 及び 60% の透明ゾーン面積減少型ゾーンプレートについて求めたもので、透明ゾーン面積減少率の大きい方が半径の大きな位置での強度が弱くなっていることがわかります。左右の図は焦点面内の光の強度を計算したグラフです。左のグラフはフレネルゾーンプレートの場合で、右は透明ゾーン面積減少率 D=30% の場合です。フレネルゾーンプレートと比べると D=30% の場合の方が明らかに鮮明な写真が撮れます。この理由は透明ゾーンの面積を減らしたことによってゼロ時解説光が減ったことのためと思われます。しかし、ゼロ時解説光は平行に近い角度で進む光の波の干渉によるものなので、計算に際しては極めて近くを通過する光の経路を考慮する必要があります。このため、ゼロ時解説光は象面付近では十分な精度では計算されないので、このグラフは定性的な傾向だけを表しています。透明ゾーン面積を減らす量の多少によってどのような違いが出るかを見るために、焦点距離 F=50mm、ゾーン数 N=27 の場合について、面積減少率 D=30% と D=60% のゾーンプレートで写真を撮影して比較しました。左が S=14 の理想型ゾーンプレート、右が N=27 のフレネルゾーンプレート、下の写真は左が D=30%、右が D=60% の透明ゾーン面積減少率型のゾーンプレートで、いずれも焦点距離は 50mm、春菊を撮影したものです。理想型ゾーンプレート以外では D=30% の透明ゾーン面積減少型のゾーンプレートが最も鮮明であるようです。コンフリーの花の写真です。これらの写真についても春菊の写真と同様なことが言えます。ツルニチニチソウの写真についてはいずれも同じような鮮明さですが、フレネルゾーンプレート写真については花の周りのハローがやや目立って見えます。再び茨城県庁ビルの写真です。この写真に関してはあまり大きな変化は見られません。リカンデージーの写真です。白い花、ウルレアの写真です。この写真についても同じ傾向が見られます。児童公園の滑り台の写真です。白い花のウルレアの写真と比べるとかなり鮮明な写真になっています。透明ゾーン面積減少型ゾーンプレートの面積減少率 D について言えば、ゾーン数 N=27 の場合 D=30% と D=60% との差はあまり大きくはありません。
最後までご覧いただきありがとうございます。アトリエボンリューチャンネルにはゾーンプレート写真による動画は他にもいろいろ用意してあります。赤外線写真、紫外線写真の動画もどうぞよろしくお願いいたします。